後ろから見るに森鶴の丸と恩理江戸の旗印の動きが活発ですね。見積もり結構は少し遅れ気味といったところでしょうか。いや、開戦したばかりでは押すも押されるもありませんな。しかしながら規制を見るにおじけづいている気配はないでしょう。よし、ならばここはさらに一押し、世が前線に。だからカズハちゃん、ちょっとはおとなしくしとかなくちゃダメなの。まったく年若の自分の太夫殿になだめられるとは。公方様は一体おいくつであらせられるのか。貴様とさほど変わらんぞ。世の年齢を忘れたのか、この不忠者め。いや、そういうことを言いたいのではなく、横からの鉄砲は若菜さんでしょうね。良い働きをされています。なかなか鉄砲の使い方がうまいですね。商売敵になりそうな予感。しかし森一家、松平州、江北州に比べいささか押しが弱いのが気になりますね。まあそこは仕方ないでしょう。幌州はほとんどが尾張の弱兵ですから。なるほど、納得です。納得されてしまうほど清須の兵は弱いんですね。とほほほほ。ご主人様、一条谷にこもりし鬼の数はおおよそ5000程度。先鋒衆は前線しており、東方が押しております。はい、少し驚きましたが、正直森一家の戦い方が尋常ではなく、鬼たちも少々怯え気味のようで。人事のようにおっしゃっていますが、お頭も森のお二方と鬼退治とかしてたんですよね。それ人として大問題じゃ。ということは承知。手配は終わっております。足利衆は健介隊に組み込んでくださって結構。了解いたしました。まあ雫さんでしたら私の手綱を任せても問題ございませんわね。よろしくお願いしますわ、雫さん。はい。コロさん、梅さん、若輩者ではありますが、よろしくお願いします。世が中央なのか。筋を通すなら頭である主様が中央であろうに。敵が来たらカラスたちの鉄砲で通撃しろということか。なるほど、わからん。
ほう。なるほど。確かに一方向からの河川より2つ以上の方向から一点に火力を集中した方が効果的ですね。そんな鉄砲の使い方があったんですね。やりますね、お兄ちゃん。お兄ちゃんもこいつやりおるって言ってます。鉄砲など撃ったことがないからよくわからんが、なんとなく伝わってきたぞ。これ進めよう。主様の意図に沿ってヤタガラス隊を良きに動かせ。了解でありますってお姉ちゃんが言ってます。これでよしじゃ。なんと一番あなたが言ってはいけないセリフをさらりと言ってのけるとは、さすが天下無双の大物ですな。気にするでないぞ主様。できるものに全て任せることこそ良き大将の振る舞いなのだ。というわけでユウ、任せるぞ。御意に。わからん。だが全てが順調に行き過ぎているのは確かに気になるところではある。下級中級を含め鬼と武士が互角に戦えることに対して特に不思議は感じない。しかし敦賀よりこちら全てが順調というのは正直うさんくさいと感じるの。油断させてガブリと丸かじりであろうかな。今孔明は世とは違う考えをお持ちのようだな。考えていることを説明することに異なはありませんが、まずは今孔明という呼び方をやめていただきたいですね。どうにも虚名を威張り腐って受け止めているような気がして、自分で自分に納得ができませんので。おう、これはすまんかった。敵が我らの油断を誘い、奇襲によって決着をつけようとしている。それだけならばそんなものは策とは言えません。誰もが思いつく当然といえば当然の勝つための知恵でしかない。策とは相手の意表を突き実質させ、己の目的をやすやすと達成するためのもの。つまり我らの油断をついて奇襲するという作戦は、連合軍に所属する将ならば当然織り込み済みでありますれば通用するはずなしということです。まさしくですから考えているのです。果たして鬼は何を目的としどうしたいのかを。その初手として何かしらの方法で越前を鬼の国にした。それが迅速な行動のもと遂行されたのならば信じられるのですが。なるほど。越前を鬼の国にしてから次の行動に移るまであまりにも時間がかかりすぎているということか。
時間がかかったがゆえに反抗勢力が生まれた。そしてその反抗勢力、我らのことですが、その我らに対して直接動きを見せたのが二条館の襲撃だけ。そのくせ恣意行為として静ヶ岳の村々を襲ってみせるなど、その行動に一貫性がない。そうかもしれません。ですが、それならばなぜ鶴ヶ城でろくな抵抗を見せずにさっさと一条谷に引き上げたのでしょうか。本拠地で相手を待ち受け、膠着状態に持ち込んだ上、隙を見て背後を訳し、一網打尽にする。そんな陳腐な作戦が通用する相手なのかどうかわからないほど愚かな敵ではないように思うのです。だからご主人様、一条谷入り口を突破し、先鋒衆が雪崩を打って一条谷内部に突入を開始しました。それが後方一里くまなく探索したのですが、鬼の姿などは全く見当たらず、念のため手のものを四方に放って調べましたが、同じような結果です。鬼の姿もなければ獣の姿もなく。一里四方に敵影なしか。やれやれ、一条谷の鬼を倒せば全て解決万々歳とでも思い込めということでしょうな。でございますな。となると、これはどうやら我らの思惑を見事に外す敵方の策が進行中ということでしょうかな。思惑を外す策。森一家とのつなぎをやらせていた手の者から連絡が途絶えました。わかりません。ですが普通ではない何かが起こったのだと思います。我が隊に所属する伊賀者たちは皆事切れる寸前に状況を念で飛ばすように訓練しております。ですから不測の事態が起こったとはいえ、念が急に途切れるようなことはないはずなのですが。ということは、そんな余裕もなく念を飛ばせない状況になってしまったということですね。これは
始まったと見るべきでしょうな。誰かあるか。クオンの本陣にこの書状を届けておけ。念のため退路について用意しておった書状をクオンに送っておく。ええ、確かに見えない。けれど前線では何かが起こっている。そしてそれはおそらくしずしずと我らにその手を伸ばしていることでしょう。ご主人様、ここは私が前線に赴いて状況を。やめておいた方がいいと思うの。みんな離れたらダメだって、そんな気がするの。だからケイスケ、しずくちゃんたちを呼び戻して。いや、どうやらもう遅いようだぞ。ふむ、なるほど、そうきましたか。やっぱりマリの気のせいじゃないよね。ああ、里いなマリ。おかげでヨラにも察知できた。ヒヨ、シノ、主様のそばに集まれ。早く。はい。来るぞ。もしかして敵は地下足元から来ております。ご主人様、危ない！よくもコナミちゃんを。主様、コナミ、大丈夫か？足か。カズハ様、どいてください。私がやります。ごめんコナミちゃん、少し痛いかもしれないけど我慢してね。我慢して。傷口付近の血を一気に吸い出すよ。鬼の毒は吸い出せたと思います。多分大丈夫だとは思いますけど。体内に入らないように注意しましたし、ちゃんと口も洗いましたから、多分。熱が出てきてますね。このままじゃまずいです。ヒヨはコナミさんの世話を。久保様、
ユウ殿、それにマリさんは健介様をお守りしてください。任せておけ。承った。この混乱では左翼とのつなぎは取れないでしょう。ここは左を見捨てます。見捨てます。それが健介様を、果てはこの火の元を守るためにしなければならないことなのです。今何が大切なのか、それはクオン様と健介様の安全の確保です。コナミさんの負傷もありますが、連合軍すべてにおいて伊賀者たちの連絡網は途絶されていると見てまず間違いないでしょう。情報が遮断され混乱している今、この場にとどまって戦えば大きな被害を被ることになる。だからこそ即断で動きます。これより健介隊は独自に撤退戦を開始する。皆旗のもとに集え。マリさん、あなたは健介様の護衛です。その身に変えても絶対に健介様を守ってください。任せて、しのちゃん。頼みます。しのちゃん、無理しちゃダメなの。しのちゃんの心が痛いよって泣いてるのみんなわかってるからね。今は我慢するの。だけどみんなちゃんとわかってる。だから一緒に頑張るの。ではマリさんは健介様から離れないように。ヤタガラス隊のカラスさん、スズメさん、早碁はありますね。これから始まる撤退戦では鉄砲の火力が重要になります。ヤタガラス隊の働き当てにさせてもらいますよ。任せといてってお姉ちゃんが言ってます。久保様もお兄ちゃんもみんな守ってやるんだって息巻いてますよ。ヤタガラス隊のみんなじゃんじゃんバリバリ撃ちまくっちゃうんで大船に乗ったつもりで行ってくださいね。頼みます。健介様、この撤退戦血を流し骨身を削らなければ命を全うすることはできないでしょう。お覚悟を。良いのです。それが私の役目ですから。はい、その時はこの身に変えても必ずや3人を助けに参ります。健介隊、足利衆、そしてヤタガラス隊、これより撤退戦に入る。差配は世に名高き今孔明、この竹中半兵衛が承ろう。おのおの方、安心せい。あのシノが巨名を使って兵を鼓舞するか。その息やよし。ユウ、マリ、ヨラも視力を尽くそうぞ。任
ちろんなの。マリたちが頑張って結露を開いて、それから梅ちゃんたちを助けに行くのですな。では意気揚々歌でも吟じながら七へと赴きましょうぞ。ありがとうございます。ではお三方、その手その刀で我らが主が結露、力の限り切り開いていただきましょう。たまたまあった。まずは人差し。ここは5番目物土組と参ろうぞ。御意に。やれやれ、世の舞を地走するにはちと無粋な観客ぞ。鬼に美しさなどがわかるはずもなく、無茶なことをおっしゃりますな。美を介せずか。何が楽しゅうて生きておるのかの。食欲でしょうかな。さもしいの。つまらん人生ではないかの。鬼の生き方も人生というのでござろうか。知らん、興味がない。さっきそれがしに聞いてきたではありませんか。そうだったかの。覚えておらん。そんなことよりも言うよ、主様を守るために真面目に働け。まあそういうオチなのは見えておりましたけどね。綺麗なの。健介様、あちらに。ヤタガラス隊、鉄砲を打ちかけよ。今です。ヤタガラス隊が広げた道を駆け抜けます。全軍突撃。
そうだ、こんなところで負けてなるものか。生きて生きて生き抜いて、まだまだ人生とやらを味わい尽くしてはおりませんからな。大丈夫なの。ケンスケはマリが守るの。まだまだ、もう一丁いくよ。主様を見ているだと。健介殿、お越しの者が。鬼たちがケンスケの方に行っちゃうの。シノ。鬼が動いたことで包囲にほころびが出ました。そこをつきます。了解。ヤタガラス隊正射。敵が崩れたの。みんな今なの。和葉様、それがしらは健介殿を。当然だ。ヒヨ、貴様が全軍の指揮を取れ。みんなケンスケ様を中心に一塊になって突撃するよ。せーの、突撃。